はい、こんにちは、ザワチョンでございます。ね、あの短い動画でお送りしたように、たまたまこの TS11、フェアレディに使うマルーン色です。これをメガ模型さんに買いに行ったらば、ガラスケースというかレジのあるカウンターの上ですね。こいつが3つほど並んでたんで買ってきちゃいました。アマゾンでね予約はしてたんですけど、もう速攻でキャンセルですね。早い方がいいもので、早速見ていきたいんですけど、まだ作んないですよ。まだ前のファントム終わってないですから。やっぱり最近のタミヤってすごく部品構成面白そうじゃないですか。それ見るだけでも楽しいのかなと思って。これ今ふっと思ったのが、パーツがね、なんかこんなに薄いで、裏側にリブがすごいあるな。なんか薄いっていうイメージ。ちょっと部品一個一個はね、この後取りますけどそうですね、非常に興味深い部分も胴体下のあれは何なのかな、インテークインテークだろうな。パカパカするやつ、下に向かってパカパカするやつ。あそこの中もね、すげえって感じです。そういうとこもね、興味があったので買ってきちゃいました。ちょっと細かい部分見てみますか。今薄いなって思ったのはこの主翼ですね。こう今見えるかな、ここの四角収納庫、向こう側がこう光透過してる。これビニール袋に反射してる光なんですけどね、こんなに薄いですよ。で、一瞬不安感感じたけど、当然タミヤさんなんでね、こういうリブが中にびっしりとあるんで、強度的な問題はないでしょうね。押し出しピン、あとはどうしても客収納庫の内側とかはこんな感じで見えるかな、入っちゃうんですけど、それを消すのはね、僕らのお仕事なんで。お仕事じゃないかこれ筋彫りの感じ見えますかね。筋彫りの幅とも若干違うと思います。動翼の部分と普通のパネルラインの部分と若干太いってほどじゃないんだけども切り替えてますね。この辺りはコックピットの横の部分かな、どうなのかな、多分そうでしょう。ちょっとね、どれがどの部品になるかっていうのはちょっと確認をしてないんであれなんですけど、あと機種の下のレドーム2種類、こんな感じです。この辺は当然合わせ目は出ますけどね。生意気にレビューなんてことやってますけど、他の F4 って僕最近というか
まあいつもお話ししますけれども、非常に何十年ぶりかに模型に戻ったんで、ここ数十年のキットって分かんないです、正直言って。でファントムに関しても今作ってる造形村、これが数十年ぶりのファントム原用機ですね、ほとんど。タミヤのキットに関しては原用機買ったのって最後いつだ。前にお送りした長谷川の F14、あれが比較的その数十年目に模型やめる直前に購入したあたりなんで、直前でもないか、直前でもないな。タミヤって意外に買ってないんですよね。昔長谷川派だったのって、こう来たか、水平尾翼がね、垂直尾翼、水平尾翼、水平尾翼だね。こうです、これこれ胴体後部のフレームですね。こんな感じになってますね。これが多分スタビレーターですねの付け根になるのかな。ジェットノズルの感じはこんな感じです。1、2、3、4、これは4つ。あとはエンジンノズル、ジェットノズルはこう分割されてますね。これで多分片側かな、6枚で。違う、いいねいいな、すっげえな、作りてえな。あとシートもここに、シートもこんなあたりですね。見える？シートのパーツ、シートの後ろの縦の棒ね、縦の棒、柱。で多分ベルトはちょっと取説を見てみますけど、今のがそうね、2つね。あ、違う。じゃあこれどうなんだ。このパーツがそうだね、2つ合わせて上下だから、今のが2つね、今のパーツがめっちゃ余らない？後で説明書も見てみますが、これ大体プラモデルって部品見ると、こんな風に組んでいくんだなっていうのが見えてくるんですけど、割と最近のタミヤはそれが見えてこない部分があるんで、ちゃんとインテークダクトこのような感じでついてます。なるほどね。これは折りたたんだ時のフレームになる部分ですよね。折りたたみ部の内部がこんな感じでモールドされてます。ということはさっきのは外翼だ。分かった。間違えました。これ外翼ですね、外翼。主翼の外側です。だよね。いや、これいや、ちょっとこれ今すぐにでも作りたくなってきたかも。ダメだ、まだ作っちゃダメだ。絶対に造形村完成しなくなっちゃう。幸いF4E の方が B よりも好きなんで、造形村ちゃんと終わらせますけどね。ちょっとこれがホチキスじゃない部品が出てきた。理由は分かんないですけど、切れた。
パパッといきますよ、パパッと。もし詳しく見たい人は一時停止ボタンでね、一時停止してやってスペースキーを押せば一時停止になりますから。あとはブログの方にも写真を、載せておきますんで、もしよろしければ詳細欄からブログの方に行ってみてください。これって垂直尾翼だよね。ですね。垂直尾翼がこれ垂直尾翼だそうです。この前に前縁がつくんでしょうね。これはコックピットの中、リアシートの左右だと思います。左右というか横の壁ですよね。こんな感じですけれどもね、ご確認いただけますかね。これはどうなのかな。メーターのメリハリが意外にない。ただこんなもんでもいいのかな。まあもちろんここにねパーツくっつけていけばメリハリつくんでしょうけれども、ちょっと作ってみないと分かんないです。なかなか、機種の下側ね、こういう感じに仕上がってますよ。こういう感じ、ちょっとこう溝がこの先端の部分でキュッと狭くなってる。僕もほら実機の方がそんな詳しくないんでねあれなんですけど、ねアレスティングフックがちょっと肩がこっち側に押し出しピン出てるんで、これは削った方がいいでしょ。削れば消える押し出しピンなのでパテを買う必要ないですから、パテを塗る必要ないですから、削るだけでいいです。これはその方が楽だよね。メーターのね裏側が、これはコンバーチブルだかな、コンバーチブルだね。リアシートのメーターの裏、こんな風になってます。これをどう解釈するかでしょうね。多分またケーブルつけると思いますけど、ケーブルも造形村今作ってる F41 はかなり適当にケーブルを貼ったんですけど、よくよく実機の写真見るとそう適当でもないんですよね。当然這わせ方っていうかあると思うんですよ。これね、これが欲しかったんですよ。これだけでこのタミヤのキットの貝の部分ですね。どうこれ、奥の方は当然こう胴体のパーツがこうなるんでね見えないですけど、こうドアがペッて開いて覗ける部分がこんな感じで、やっぱりエンジンの補給になるのかな。ただ実機の写真見るとね、この中にね隔壁が見えるのがあるんですよね。この壁はもしかしたらジンクロで塗った方がいいです、多分ね。今の造形村のでもこの辺の壁はインテリアグリーンで塗ってますけど、めっちゃくちゃパネルラインが細い、この造装に関してで、ここの横にこれはパネルラインではなく多分実機でも出っ張ってるのかなっていう、なんて言うんだろう、
リブっていうかパネルラインっていうパネルラインじゃないと思うな。なんかちょっと出っ張ってます。昔の凸彫り凸凹凸凸のパネルラインみたいなのが出っ張ってます。あと足回りはまたタイダウンリング、これは一体なんで造形村でやったみたいに掘ってやればいいのかな。細くしてやれば。で胴体もうね、今日中にこれ動画ポンと上げちゃいたいんで、字幕はどうしようかな。まあこれもうこの動画で判断してください。まだ仮組みもとりあえずしないです。いやこのリベット、この耐熱板のリベットいいっすね。いいっすよ。めっちゃ実感ある。これちゃんとうまいことドライブラシで仕上げたい。このドライブラシもね、どう料理するかだよね。であれですね、このキットが発表された時におってなったのはこれですね。右側の胴体が前後別々で、ここもほらこんなに大きな範囲でパーツがね別パーツになってるんで、今後のバリエーション展開がすごく楽しみなのかもしれない。これどうなの？ロールスロイスシュペーツな時にここから異なる？もうちょっと前じゃなくここで大丈夫なのかな？どうなんでしょうね。そんなあれはないのかな。ブリティッシュファントム、ブリティッシュファントム作ったことないんでね、わかんないですよ。なんだろう、造形村終わったらこれやりそうだな俺多分。新しいもの好きだからな。だからタミヤの P38 とかね買ったんすけど、作ろうと思ってて造形村出ちゃったからまだ作れずにいる。結構ありますね、そういうのが。車もいっぱい溜まっちゃってます。背中、これはありがたいですね。背中のパーツ造形村と同じで背中のこのパネルが一枚物になってます。うわーこれバリがついてる早速バリがついてる。薄いバリですけど、バリってほとんどバリでもないです。この辺はプローブ伸びてる。インストも袋に入ってるぞ。インストと塗装指示書が袋に入ってる。で例のテックティップス袋に入ってる。すごいぞ。最近のタミヤの
流れで実機の解説がねかなり詳しくなってる。そうですね、キウイプローブ伸ばせますね。まあ伸ばしたり縮めたりはできないですよ。伸ばしちゃっても面白いかもしれないですね。メカニカルな雰囲気がして。パイロンはこんな感じです。ピントがね、どうなんだろう、合ってるのか合ってないか分かんないね。ちょっと離し気味にするんで、大きな画面で見ていただければ。主脚ですね、主脚。またこれもこれ今造形村の今作ってる造形村の主脚ですね。塗装する寸前なんですけど、造形村の場合こう付け根までこう付け根両側にこう伸びてる部分ね、この部分あるんですけど、タミヤの場合はもうここで飛び入れてますね。僕的にはこっちの形のが好きなんですよ。まあそれ置いといて、お店の人と話をして直に来たらしいですね、メーカーから。代理店通さないで直に、問屋通さないで直に来ちゃったんだよって話してまして、3つばかりありました。その中の1つを購入してきましたね。もう最初ね、これ発売日まだだから買ってダメでしょって言うから、いいよ、持ってていいよ、買ってていいよって感じでした。こうやってパーツ写真っていうかね撮ってますけどね、バリエーション展開とかいろいろあるんで、それは詳しい人判断してください。僕わかんないです。判断できないです。一番気になるのはやっぱりブリティッシュファントムなんですけどね。ラムエアインテークはこういう部品構成です。ここだけポコンと別部品になって、ここに取り付けるような感じになりますね。あとはキャノピーフレームは、これは最近みんなこんな感じですかね。そうか。これ床のパネルラインこれでしょうね。点検かなんかのここがパイロットの腕こうなってます。で、これは B 型のパーツですね。B 型こういうのパーツ。
やっぱりね、垂直尾翼の前縁は左右分割になってますね。一発なのかなと一瞬思ったんですけど、左右分割でそれをさっきの垂直尾翼つけてくださいということです。これはどうなんだろうな。ジェットノズルの付け根ですね、取り付け部分。これとこれがこの下にこれがくる感じになってるんですよ。これパネルラインここどうなんだろう。でも合わせ目がほとんど出ないですね。機種の下にも出てないんじゃないかな。あとクリアパーツがちょっとこれ出さないでおきます。傷つくの嫌なんで。まあタミヤなんでね、大体お分かりになると思います。綺麗なはずです。歪みもほとんどなく。当然センターにちょっと出しちゃうか一回。キャノピーの真ん中にパーキングラインが走ってるんですけど、ラインもあるってことなのかないのかな。表側だけだよな。パーキングライン表だけですよね。こっちか。こっちが閉じたキャノピー。たまにこっちクローズキャノピー作ってみようかな。クローズキャノピーたまに作らないんですけど、48では。まあこんな感じです。閉じた方のキャノピーで、表だけですね。あれなんだろう、なんかのキットで裏にもパーティングラインがあるようなものが。HUD とあとライト関係ものクリアパーツもすっごい綺麗です。すごい綺麗。ちょっと袋の中に入れておきます。傷つけちゃうので、傷が入っちゃうので。不織布なんかね、切り出した後不織布なんかで包んで取ってでもいいと思いますけどね。で、これが A ソール。このでっかく開いてるところは何なんだろう。何なんだろう。そっか。こんな感じなので、おそらくこの部分になんかね、将来的についてくるのかもしれない。他のシリーズで、他の機種でね。こんな感じです。で、デカールはさすがにホチキスじゃなく、焼き止めしてありますね。焼き止め。サンダウナーズですね、僕は。
やるとしたら多分そうですよね。サンダルナーズ、かっこいいんだけどな。なんかデカールがデカールってこんな匂いしたっけ？でいつもこれデカールをね、僕スクラップブックファイルに閉じちゃうんですけど、今回多分早めに作ると思うんで、戻します。コーションデータが意外に少ないのかもしれない。まあだけど造形村はね、どっか行っちゃったってコーションデータいっぱいあったな。でも複数のコーションデータが1枚に収まってるっていうのが多いですね。これなんか1、2、3、もしかしたら4、5、6枚の1枚にまとめてるような感じで、シートベルトはデカールです。これはまたね作ってやればいいと思います。これね、ヘルメットのデカールですね。パイロットフィギュアね、どうなんだろうな。32分の1だったらね、パイロットフィギュア使ってもいいんだけども、マスクシールはちゃんと入ってますけど、切り込みは自分で切ってくださいって書かないですね。こんな感じで、ざっとパーツの方を見てきました。なので、すぐには作らないですけど、でちょっと組み立て図の方ねチェックしてみますかね。これもう何分ぐらい、40分ぐらいになるのかな。いい時間になってきましたね。ざっとこれはの解説、いつものテクニックガイド。でかい。多分サイズが48だと思う。これはかっこいいな。こんな感じの塗装図がまた俺これ塗ろうかな。手書きでいこうかな。国籍マークもでかいし、こっちはやらない。そうか。これもかっこいいんだよね。キルマークついてるしね。昨日こっちも一応キルマークはついてますね。これかっこいいな。多分ね、だけど F4B か。ちょっと悩みます。塗装どうするか。
やっぱりね、物を組んでみないと分かんないですね。実際に部品を組み付けてってみないとどんな感じなのかっていうのは分かんないです。ただまあ仮組みはちょっと部品がねどっか行っちゃうのも嫌だし、まあ、細かい部品くっつけちゃってもいいんですけどね、仮組みの段階で。ただあえてその昔みたいにその仮組みでどっかの合いがどうなのかとかそういうのはあんまりないと思うんで、まあ、インストの順番で組み立てでいけばいいと思います。で、気になってたのはここですね、エンジンの組み立て。やっぱりね、片方切ってくださいって書いてあるわ。スタビレーターじゃない、胴体の左右貼り合わせだ。胴体の左右のこれですね、ピンです。接着用ピンになってますね。面白いな。ここで左右の圧が保持できる。こことコックピットの後ろのこの T のバーですね、 T 字のバー。それからここのエンジンの前のこれで胴体左右の固定。あとまあ内翼のフレームは、まあ、このでっかいやつ、さっきのねエンジンの下側のモールドがついてる。でフラップ、まあいいや。エンジンこことさっきエンジンのパーツだったな。1個2個で、前で3個4個のパターンかな。違う、3個ということは1個なんだな。こっちに来るか。そうだよ、4個。そうね。スタビレーターじゃない、スタビライザー。スタビレーターってなんだっけ。水平尾翼ポリキャップ止め？違うよね。動くわけないから。動かない。ただまあ後でさせるわけでもないね。後でさせるわけでもない。なんでここがポリキャップなのかな。わかんないです。作ってみないとわかんないとこいっぱいありますね。数少ない合わせ目消しがこの辺りとかね。まあ造装もそうですよね。ただ実際に作ってみれば合わせ目って見えてくると思うので、例えば主翼の前後の絡みとかそういう部分で多分あるんじゃないのかな。わかんないけど。
で主翼の折りたたみフラッペロンは下げられますよと。これもね、ただ板下げるだけ。その分どうなのかな。スピードブレーキは開閉選べると。主翼の折りたたみも展開折りたたみ選べると。後席のメーターパネル、リアシートのメーターパネル一番最後になって出てきた。シートはもうどっちみち最後に入れるんですけど、キャノピーのフレームも非常に部品が多いですね。感じです。一番前のキャノピーはパネル、時期と同じような構成だと思います。で Q プローブも伸ばせる状態で選べますよと。搭乗用ラダーもついてますよということでした。じゃあとりあえず仮組みやるかどうかわかんない。気が向いたらやります。ちょっと怖いわ。ただ仮組みやるとしても外側だけですね。内側の細かいところはやらないんで、アウトラインがおかしいとかそういうの考えられないからいらないかな、仮組み。そんな感じで衝動買いしてきちゃいましたんで、これをしばらく寝かします。とりあえず今回タミヤの48分の 1F4B ファントム2のオープンボックス開本の儀でしたね。それではまた作っちゃおうかな。